はいどうもラスです。今回なんですが、今ですね、ここに見えてます iPad をですね、このパソコンのですね、サブディスプレイに使えるというソフトがね、無料で使えるソフトがあるみたいなんで、今回ですね、それをちょっと試してやっていきたいかなと思います。このノートパソコンのサブディスプレイとかって、こういうね、液晶モニターを買うのもありなんですけれども、iPad があればですね、iPad をサブディスプレイ代わりに使うという選択肢もあるかなと思いますんで、今回ね、私もちょっと試したことないんですけど、やっていきたいと思いますんで、よかったらですね、皆さんも参考にしてみていただければ幸いです。ということで、早速やっていきたいと思います。ここからパソコンの画面に移ります。まずは Web ブラウザ何でもいいと思います。今回ですね、スペースデスクというソフトウェアですね、それを使ってどうやらできるみたいなんでやっていきたいと思います。スペースデスクと打って、これで検索をしていきましょう。そうするとですね、一番上に、英語でね、マルチモニターアップ、バーチャルディスプレイスクリーンって書いてるんで、これをね、クリックしていきます。で、ソフトウェアは、英語のね、ものになるんで、こういうページが出てくるんですけど、このダウンロード、クリックしてダウンロードしていきたいと思います。ダウンロードポチッと押すとですね、下の方に案内されて、基本的に皆さんは Windows 10を使ってらっしゃると思うんですけれども、32ビットと64ビット版があるので、お使いのね、パソコンどちらか確認してダウンロードしていきましょう。私は今回64ビットをダウンロードしていきます。これで終わったらですね、これをクリックしてインストールしていきたいと思います。押すと、セットアップの画面が出てくるんで、NEXT を押していきます。で、同意のね、文章が出てくるんで、同意しますと。で、次に行きます。で、インストール場所ですね。基本的には特に変えなくていいかなと思います。準備ができたんで、インストールボタンを押してやっていきます。インストールが始まるので、ちょっと待ちましょう。アプリがデバイスに変更を加えることを許可しますかと出たら、はいをね、押して進んでいきましょう。はい。で、次にですね、パソコンの方のインストールが終わったら、今度ね、iPad の方の、スペースデスクのですね、アプリも必要ですので、これをね、ダウンロードしていきます。こんな感じでインストールされたら、スペースデスクのアイコンができれば大丈夫かなと思います。はい。でですね、パソコンの方のアプリケーションインストールで iPad の方のアプリケーションのインストールですね、スペースデスクのインストールが終わりましたら、まずね、パソコン側の方ですね、まずですね、このスペースデスクのサーバーというアプリケーションが起動しているかどうかを確認してください。右下のアイコンでこのスペースデスクのドライバーっていうのがですね、起動しているかどうかを確認しておいてください。今回は無線を使ったやり方でちょっとやってみたいんですけども、ネットワークインターフェースってところですね。これが、IP アドレスですね。今、192.168の0の3。これは自分のね、IP アドレスなので、人によってね、この IP アドレスの値は違ってきているかと思いますので、これはね、まず確認していきましょう。パソコン側の、準備ができましたら、このスペースデスクのiPad の方ですね、アプリケーションを起動させます。アプリケーション起動するとですね、インポータントインフォとか出るんですけれども、これはね、クローズで大丈夫かなと思います。で、このコネクションリストみたいなのがね、出てくるんで、さっきのね、パソコンの IP アドレスありました通り、コネクション192.168.0の3っていうのが出てたら、大丈夫かなと思います。自分のね、IP アドレスが出てると思います。これをね、タップしていきましょう。タップすると、こんな感じで、パソコンのね、デスクトップ画面が反映されていることがわかるかなと思います。念のため、スタートの設定からですね、このシステムのディスプレイってところを見てもらってですね、今私ですね、ノートパソコン本体とあとサブモニター、液晶モニターですね、で、この iPad があるというような感じで、今ですね、1、2、3、3つディスプレイがあるというような感じで、こんな感じで配置されているというイメージですね。これ識別って押すとですね、こんな感じで番号がね、出てくるんで、自分のね、ディスプレイの場所をこれで判別することが可能です。今ね、iPad の方は3番目のディスプレイという形で認識されているということがわかるかなと思います。ディスプレイの場所をですね、調整したいときはこれをですね、左クリック、ドラッグして、こんな感じで場所をね、移動することもできるので、こうやっておくとですね、配置としては、このメインディスプレイの右側として認識されるという感じになるので、これでね、適用をしておくと、
配置がね、定まりますので、こうやって置くとですね、例えばこのウィンドウを右側ずらすとですね、こっちの iPad の方に反映されるという感じになりますので、これでね、サブディスプレイとして使えるようになってるかなと思います。こんな感じですね。結構ね、簡単で、15分ぐらいか20分ぐらいあれば、さっとね、設定できたんで、無線の環境とかある方は、これね、試してみてもいいんじゃないかなと思います。画質はそんなに綺麗じゃないかなと思うので、実際にちょっと使ってみてどんな感じで使えるかを確認してみてもらえればと思います。はい、ということで今回はですね、この iPad をですね、Windows 10のこのサブディスプレイとして使うやり方を少しご紹介させていただきました。今回の動画が少しでも役に立ったらよかったと思ったらいいねいただけると今後の励みにつながりますのでよろしくお願いいたします。また今後もですね、こういうパソコン関係の役に立つ動画を配信していきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。